はい、それでは今回は、整数分野で、二元二次の不定方程式、特にこのタイプですね、このタイプの不定方程式の考え方を説明していきます。例の1番からいきましょう。次の等式を満たす整数の組 xy をすべて求めなさいという問題ですね。xy が5ってことは、かけて5になる組み合わせということですから、そんな xy は1551、それからマイナス1、マイナス5、マイナス5、マイナス1ということですね。この2つの組み合わせがかけて5になる組み合わせということです。括弧2番もだから同様に考えますよ。ね、かけてマイナス4になる組み合わせを全部書き出せばいいわけですから、そうすると、このように書き出されますよね。全部で6パターンです。ね、括弧3番です。こちら2つの括弧の積ですよね。でも、x と y が整数ですから、青い枠と赤い枠、これはやはり整数の値しか取りませんね。ですから、互いにかけて6になる整数の組み合わせを考えればよいということで、ちょっと表を作っておきますね。後でこれに数字を入れていきます。まずは、例えば左側見てほしいんですけれども、1×6、これ6になりますよね。なので、表の中に x たす1と y-3 と書いてですね、で、この2つの枠に当てはまるのが、例えば1と6の組み合わせ、これ OK ですよと。もちろん他にもありますね。2と3、ね、これもこのように入れることができる。他にも、例えば32とか61、入れ替わって、上と下が入れ替わったパターンですね。これも入っていきます。あと、マイナス同士をかけてもいいわけですね。ですから全部で8パターンが入ることになります。ねただ、求めなきゃいけないものは x と y なんですけれども、x たす1はこのように、出ました。じゃあ、x と y はどうやるのかと言いますと、この青い数字、これって x に1を足したものがこの青い数字なんですよね。ということは、青い数字から1ずつ引いてやれば x の値になるわけです。なので、これ1足されてますから、全部1ずつ引いてやれば x になりますよね。同じようにして、y であれば、3を引いたものがこの赤い数字なわけですね。ということは逆に3を加えてやれば、y の値が出るわけですから、全部3ずつ足してやればいい。ということで、x と y の値は、それぞれ計算してやると、上の青い数字にどんどん1ずつ足してやればいいので、横にどんどん書き出していってもいいわけですね。y の値も同じように、このように3ずつ加えたものが並んでいくということになります。で、それぞれのこの上と下の組み合わせが答えになっているということですね。はい。あとは、これを、この真ん中の2行はね、普通書きませんので、このようにしてひっつけてやって、で、xy を、順番に、0、9から順番に8パターン書いていけばいいですね。はい、このようになります。これが括弧3番の回答の考え方ということですね。括弧4番ですね。これも結局2つの括弧の掛け算なので、括弧3番と最初のうちは変わらないですね。やはり、青い枠と赤い枠ですね。この2つのかけたものが6なんですが、x と y が整数ですから。結局、青い枠と赤い枠の中に入る数字も整数しかありません。なので、かけて6になる整数の組み合わせを考えればよいということで、先ほどと同じように表をね、用意しておきます。そして、例えば 1×6 が6だよということで、表の中に 2x たす1と y-3 この2つを書いておいて、かけて6になる数字のパターンを、順番に入れていけばいいんですね。はい、その次は2と3でしたよね。
他にもやはりありましたね。3261。あと負の整数のパターンもありましたから、マイナスのパターンを書いていって、全部で8パターン。ね、さっきとほぼ一緒ですね。はい、そしたら今度は、こちら足して1、2x に足して1になるものが、この青い数字なわけですね。ということは、逆にこの青い数字のそれぞれから1ずつ引いたもの、ね、1ずつ引いたものが 2x の値になる。そして、y-3 の値がこの赤い数字なわけですから、この赤い数字のそれぞれに3ずつ足したものが y の値になっていくということで、このように表を埋めることができましたよね。はい。で、問題は、これ、2x なんですね。まだ x になっていないんですね。なので、これを x に書き換える必要があります。どうすればいいかというと、もちろん、2をかけてますから、2で割ってやればいいよね、ということで、この数字を全部2で割ってやります。ところがですね、ここで問題が出てくるんですね。なんでかっていうと、この最初の条件にあったように、整数の組 xy をすべて求めよう。だから、x と y に入れる数は整数以外は考えませんよということなので、これ、今分数の形で表してますけれども、明らかに整数に直らないものがありますよね。例えば、これ、2分のマイナス3。明らかに、整数ではありません。だからこういうのは除外しなきゃいけないんですね。はい、他にもありますね。合計4つ除かなければいけなくなる。ということで、表を作るときは、この除かなければいけない部分は斜線を引いておいて、で、2で割って整数になるもの。例えば、0を2等分しても0ですよね。2割る2は1。こういうのを残していけば良いということですね。はい。y がこのように入って、x は0、1、マイナス1、マイナス2と入ってきます。したがってこの4つの整数の組み合わせ。これが、問題の答えということになりますね。はい。では、回答をまとめます。このように4パターンを書き出せばいいわけですね。例2、次の等式を満たす整数の組 xy をすべて求めよという問題です。例の1番と問いかけは同じですね。ですが、式の形がちょっと違っています。この形、どうやって対処すればいいんですかね。例の1は、例えば xy が5とか、x たす1かける y-3 イコール6とか、そういう風になってたんですね。2つの積がもう作られていました。ところがこれは、それぞれの項がバラバラに出てきてますね。こういう xy プラス ax プラス by プラス c イコール0の形が出てきたときにどう対処すればよいのかということなんですが、これ初めてね、この問題を見たとしましょう。じゃあどうやって解こうかなと考えたときに、やっぱり大事なのは、自分の経験から似たようなものを探すということ。そしてその自分の知っている領域に問題を置き換えて、解くということですね。こういう力ってとても大事ですね。はい。で、この場合は例の1でうまくいったことが例の2じゃうまくいかないのは何かって考えればいい。例の1、例えば括弧3であれば、こういう式がね、与えられてましたね。x たす 1×y-3。これならば解くことができる。だから、早い話が展開されているから解けないんですよね、これね。でも、この例1括弧3も展開してみると、こういうふうにね、展開されて、さらに整理すれば、こういうふうになると。これって今、これから解こうとしている式の形と同じですよね。ということは、この最初の式を自分で工夫して、変形して、例1のタイプに書き直してやれば解くことができるということなんですね。はい。じゃあ、どうやってやるか。まずね、この文字の部分に注目しましょう。この文字の部分が作られないと話になりません。
まずはこういう括弧のね、2つの括弧の積を書いておいて。だって、この形にしたいわけですからね。ここが目標ですから。だからまずこの括弧をとにかく作っちゃうんです。で、この括弧を外したときに、この青い枠の中が出てくるようにまず考えましょう。そしたら、最初はやっぱり xy は出ないといけませんよね。ということは、はい、このように x と y 入れてやればいいですよね。じゃあ次、あとマイナス 3x、どうすればいいですか？マイナス3を左の括弧に入れますか？それとも右の括弧に入れますか？右ですよね。はい。そうすると、マイナス3と x をかけて、マイナス 3x が出てくることになりますよね。展開したら、マイナス 3x が出てくると。はい。じゃあ、この括弧を展開して、今度はプラス y が、ね、出てくるようにしたい。ということは、もうお分かりですね。左側の括弧にプラス1を入れてやれば良いということです。ただこれ、文字の部分の都合しか考えてないので、いろいろ歪みが出てくるんですね。どういうことかというと、実際今作ったこの2つの括弧を展開してやると、こういうふうになるわけです。ね、これマイナス3がいらないんですよね。うん。で、マイナス9が欲しいわけです。実際は。ですので、このマイナス3の部分を打ち消したいので、はい、プラス3をします。で、調節するんですね。調節するっていう考え方、数学ではとても大事です。はい、そして、このプラス3をここに置いてあることで、このマイナス3が打ち消されるので、あとはマイナス9をちゃんと後ろにつなげてやればよい。そしてイコール0であるということで、この最初の形、ね、この式が作れるということですね。あとは、例の1の手順と全く同じ手順を踏めばよいということです。はい。この1番の形ですね。カッコかけるカッコのイコール整数の形に変形して、あとは約数の性質。約数の性質っていうのは、これ、カッコの中に当てはまるのは6の約数同士ですよね。その中でかけて6になるパターンを当てはめていくんですよね。はい。これ二元二次式のパターンです。しっかりマスターしましょう。それでは実際にね、例の1番、括弧1番ですね。例2の括弧1番をこれから解いていくことにします。はい、括弧1番のこの式を例1括弧3のこのタイプの形に実際に直していきますね。はい、どうするかというと、まずはこの文字のついている部分、こちらを何とかするんですよ。ねまずは xy が出るようにしたい。はい、括弧を作りましょう。ね、この形を最初に作ってしまう。で、何を入れればよいかなと、後から考えるんです。ね、形を先に作っといて、後で辻褄を合わせていく。まず xy がね、出なきゃいけませんから、はい、x と y、ここに置いておけばいいですね。そして次に、プラス 3x が出なきゃいけません。プラス3を右側でしたよね。そして、プラス2を左側につける。そうすればこれ、ね、この括弧を展開すると、xy もね、出ますし、3x も出るし、2y も出る。だけれども、これ、余計な6が出てしまいますので、マイナス6をして調節してやる。だからこれでね、青い枠の中が全く同じになるということですよね。あとは、はい、1をつなげておきましょう。ということで、この式を解いてやればよいということです。はい、それではね、実際に括弧1番の答案をこれから作っていきます。では、答案を書いていきます。はい、まずは問題の式を書いて、丸1とつけましょうね。問題の式はね、写す癖をつけておいた方がいいかなと思いますね。で、丸1は次のように変形できると書いて、何食わぬ顔でこうやって書けばいいんですね。ただもちろん、この式に変形する理由というのは、ね先ほど説明した理由がちゃんと頭の中に入って、分かっている状態ですよ。ねそしたら、
今度は表を作って、かけて7になる組み合わせを考えていけばいいんですね。17、71、そしてマイナス1、マイナス7と、今度はマイナス7、マイナス1。この場合は4パターンですね。で、今度は次に X と Y を書き出していくんですけれども、結局、この一番上の段の数字って、X に2加えた数です。つまり、X はこの上の段の数字よりも、それぞれ2ずつ少ない数であると。ね、Y であれば、この2段目の数よりも3ずつ少ない数。ね、それをここにこう置き換えてやればいいんですね。ですので、このように、どんどんね、機械的に書いていくことができるということですね。1段目から2ずつ引いていったのがこの段ですね。3段目ということです。はい、従ってあとはこれを答えとしてまとめましょう。XY は、はい、この4パターンであるということです。はい、括弧2番です。同じようにやりましょうね。番号を振って、次のように変形できますよということで、まずはね、この形を作って、後でね、文字を当てはめて、辻褄を合わせていけばいいんですよ。はい、まずは xy を出さなければいけませんから、x と y です。次にプラス 3x を出すためには、この右側の括弧ですね。こちらにプラス3と置いてやれば 3x 出ますね。はい、そして今度はマイナス 4y ですから、マイナス4をこちら側に入れてやると。ね、ただこれ文字の部分だけを見て作った括弧の積ですから、定数項がね、勝手に関係ないものが出てきてしまう。この場合はマイナス4と3をかけたものなので、マイナス12。じゃあどうしてやればいいんでしたっけ？12を足してやればいいですよね。それで帳尻が合うと。はい。あとは、この元々あったマイナス18。これを忘れずに付け加えてください。はい。そうすると、この形が出来上がるわけですね。カッコかけるカッコイコール整数ですね。はい。そしたら、今までと同じように、表を作りましょう。x-4 と y プラス3の数を入れるところ。で、結局 x と y をね、出さなければいけませんから、あと2行付け加えておきましょう。はい、そうしますと、かけて6になる組み合わせ。はい。上の1行目と2行目に数字を入れていきますよ。はい、このようになりますね。全部で8パターン、ね、8組の組み合わせができる。そして、何度も言ってますように、x-4 が1、2、3、6、ね、マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス6ということであれば、元々の x は、この1段目の数よりも4ずつ多い数のはずだということで、どんどん入れていけばいいですね。2段目の y プラス3がこの数であれば、y はこの2段目の数よりもそれぞれ3ずつ少ない数がここに入っているはずですよね。なので、はい、このように書けますねということで、全部で8パターン出てきました。はい、あとは順番に答えをね、写し間違えないように書いていきましょう。はい、括弧3番です。また同じようにね、番号を振って、変形してやるんですね。2つの括弧をこう用意しておいて、で、この2つの括弧を展開したら、この 2xy-x-y、この部分が出てくるように考えるんでしたよね。ただですね、括弧1、括弧2とちょっとだけ違いますね。何が違います？これ2がついてるんですよ。xy の係数がそれまでは1だったのに2になってるんですよね。なのでちょっとだけやりにくいです。そこで、これ一つの工夫なんですけど、この2で割ってやる。ね。この2というのはこの xy の係数の2ですよ。ね。だからもしここが6だったら6で割るということです。いずれにせよ、とにかく丸1の両辺を2で割ると、こういう形になる。ね、そうすると、xy の係数が1なんで、安心して、x と y をここにセッティングできる。で、あとは考え方一緒ですね。マイナス2分の x。これを出すためには、右側にマイナス2分の1。今度は、
マイナス2分の y を出すためには、左側にマイナス2分の1。はい。そうすると、このマイナス2分の1かけるマイナス2分の1、つまり4分の1ですね。4分の1が余計に出てしまいます。ですから、そこは引きましょう。ね、調節をする。そして、忘れないように、2分の1、もともとあった定数項をちゃんと付け加えておくということですね。はい。そうしますと、こちら、4分の3と、イコール4分の3という式が出来上がります。で、これで考えようということなんですけど、ただですね、これ、x-2 分の1と y-2 分の1、ね、今までのように表を作って、考えるとするとですね、この赤い丸の中に入れる数字って、結局これ分数かける分数なんで、ちょっと難しいですよね。かけて4分の3になる2数の2つの分数の組み合わせを考えなきゃいけない。ちょっとそれは難しい。ね。だから分数だからいけない。ね。分母があるからいけない。ということで、整数かける整数イコール整数の形に直したいので、何をしてやるかというと、丸1ダッシュに、はい、この224、だから、最小公倍数は4ですよね。4をかけてやればいいじゃないかということです。ね、はい、224の最小公倍数である4を丸1ダッシュの両辺にかけてやろうと、そう考えるわけですね。そうしますと、このように書き換えられます。これ 2x-1、2y-1 ってね、もう書き換えちゃってますけれども、もちろんこのかける4をですね、うまいことを振り分けたんですね。だって2分の1、この2分の1と2分の1を、なくしたいので、4は2×2 ですから。ね、片方の2をこちら左側の括弧にかけて、2x ですね、引く2分の 1×2 ですから1。で、もう一方の2、ね、こちらを y-2 分の1の方にかけて 2y-1 というふうにするわけです。で、右辺ですね。4分の3に4をかけると3だということで、これで、うまいこといきそうですね。はい。そしたらまた表を作りましょう。2x-1 と 2y-1 でかけて3になる整数の組み合わせを考える。ということで、1331、それからマイナスのバージョン。全部で4パターン出てきます。そして次にどうするかっていうと、2x と 2y でやるんでしたよね。まあ、焦らず順番にやれば間違いはなくなりますね。全部1ずつ加えていけばいいので、13であれば24、31だったら42、0、マイナス2、マイナス2、0というふうになりますね。はい。ということは、今度は x と y は、今度は上の数を半分ずつにしていけばいいですね。2で割っていけばいい。なので、このようにすぐに機械的に出せますよと。で、この場合はね、うまいことを全部整数出てきましたね。分数が途中で現れませんでした。もし分数が出てきたら、それは外してください。ね。はい。よって答えは、表からこの4パターンであるということが言えます。はい、例の3番ですね。この形、分数の形をしています。で、分数の形って基本的には考えにくいんですよね。ですから、やっぱり例の1とか例の2とかね、工夫して、知っている問題の形に置き換えたいということですよね。じゃあ何をしてやればいいですかね。うん。これ、分数の足し算なんで、分数の足し算って最初に習ったとき、通分をしなさいって教わりましたよね。通分、つまり分母を揃えるということです。だからこれ、x と y なんで、xy に分母を揃えればいいですね。まずは揃えてみましょう。できることをやるっていうのが変形の基本ですね。はい。では、丸1番。この両辺の分母をこれから揃えます。そうすると、xy に揃えればいいので、x 分の2であれば、xy 分の 2y。そして、
y 分の3であれば xy 分の 3x と。あと1ですね。右辺の1。これは xy 分の xy というふうにすればいいですね。はい。ということは、この両辺に xy をかけてやって、2y 足す 3x イコール xy が得られるということです。答案の時はね、丸 1×xy から書き出していいかなと、ね思いますけどね。はい。そしたら、これ、変形して、xy-2y-3x イコール0。ね、なんでこういうふうな変形をしたかというと、例の2の式の、ね、問題の解いた形に直したわけですよね。はい、そして、次にやることは、括弧を用意して当てはめていくんですよね。左側の括弧は x-2 ですよね。そして右側の括弧は y-3。これで xy-2y-3x、これ出てきますね。この2つの括弧を展開したら出てきます。ただし、マイナス2とマイナス3をかけたプラス6、これも余計に出てきてしまいますので、調節をしてやる。6を引いてあげるということですね。はい。で、イコール0なんで、これはもうイコール0のままで結構です。そしたら、こういう丸3の形にして、次にやることは、表を作るんでしたよね。はい。表を作りましょう。このようにして、x-2 と y-3 を入れてやります。そして、かけて6になる約数をここに入れてやるんでしたよね。順番に入れていく。そうすると、このように8パターン出てきますね。マイナスのパターンも忘れずに書いておきましょうね。はい、そしたら、今度は x と y を出すんだと。ね、当然、1段目を見ればわかるように、2ずつ引いたのがこの1段目の、1行目の数なので、1行目の数に2ずつ加えたものが x である。ということですね。どんどん書いていけばいいですよね。はい、上の1段目、1行目の数に、2ずつ加えたものです。そして、y であれば2行目の数に3ずつ加えたものということなので、どんどんね、3を加えて書いていけばいい。はい、そうすると xy が出てきますね。はい、じゃあこれで、めでたしめでたしで xy を書き出していけばいい。かというとですね、実はこれ、間違いなんですね。間違いを含んでます。何がいけなかったのか。この00ですね。これがダメなんですね。なんでダメだと思います？はい。これ分母がね、x と y が来てるってことは、これ、x に0を入れるわけにはいかないんですよね。y にも0を入れるわけにはいきません。なので、これ省かなきゃいけないんですね。こういうふうにですね、問題で与えられた式の中に、その文字の含む条件、ね、これも入っていますから、式の形を見たときにちゃんとそれを見抜く練習をしておきましょう。ね、この場合であれば、0でないということです。0は取れないということですね。なので、実はこの ①×xy の下に正し書きをして、問題の ① の式ですね、与えられた方程式のことです。問題の式から、xy の値は0を除かなければいけない。ね、これを忘れてはいけないわけですね。はい、これを②としておきましょう。ということで、この表から得られた8パターンの答えのうち1パターンを除かなければいけません。よって、②と表から求める答えは、7パターンですよということになります。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。